デュカといただきました。来たトイファクトリー製のキャンピングカー。勝手に真ん中キープしてる。マジか。後ろにベッドがあって、ここにキッチンがあって、でかいから狭い駐車場とか細い道はかなり気を使う。停動した状態だと中全く見えないんだ。たまたまこう起き上がったらちょうどここだったんです。使い心地は普通のポータブルトイレ。このボタンをピッて押すだけで。ベッド展開とか嫌じゃね？一回これ知っちゃうとなってのはある。リッター2キロとかになってんだけど。気になる点ね。はい。単刀直入に言うと、おー、高い。でかい。ついにこの日が来たか。うん。ウインカーがね、左逆なんよ、そうそう。オンライン検索できんだこいつ。何？ネットワーク繋がってんのこのナビ。みたいだぞ。角上魚類月見の点。これ意外と小回り効くから。車体大きいんだけど、この横っちょとか後ろとかなんか前の方とか補助のカメラが結構充実してるみたい。あ、でもハンドル軽い。おお、軽い。めっちゃ軽いよハンドル。びっくへえ。りするぐらい。エブリィより軽いぞこれ。ドリンクホルダーがね、ヒュッてすごいホールドされるの。キャラバンの時を思い出すな。このでかさ。横幅確か 2.1 メートルかな、これは。幅は全然広いよキャラバン。キャラバンより。何かとキャラバンと比べちゃうからさ、あれなんだけどさ。これからなんかいくつかお店巡って車中泊場所目指すから、この街乗りの感じを確かめてみようか。2日借りて1泊させていただくことになってるんで、念願やってみたかったらずーっとデュカと車中泊は見学は何回かしてたけど、実際に中で車中泊っていうのが初めて。そう見ると実際にやるはもう別物だからね。そうね。実際にやることでもう本当に分かるから。街乗りをちょこちょこしてんだけど、アクセルの反応がねべらぼうに良い。じゃあもう踏んだらすぐトルクバーってかかる。多分ディーゼルの感じだと思うんだけど、ほら踏むよ。はい。踏んだらすぐ発進するから。お大型車にっぽくない感じですごい強風なんだけど一切ぶれないからね。多分横風とか強いと思うの。横の揺れてる木の感じで今日の強風具合をご覧いただきましょう。FF だからさ、エンジンが前でさ、駆動も前輪なんだ。ガランドだと前に荷重がかかりまくってる。キャンピング仕様だから後ろにいっぱい仮装してるじゃん。だから後ろも重いわけよ。だから走行のバランスもいいんだと思う。ああ、なるほどね。今のところちょっとねテンション上がっててベタ褒め中なんだけどまあ今回は忖度なしにデュカと使ってみた感想をそのまま伝えたいな。あ、これだこれだ。角上魚類さん。みんな右に入ってってる。やばい、なんか狭い。気をつけて気をつけて。駐車場入っちゃった。気をつけて気をつけて。角上魚類ここじゃねえ。しかもしかもここじゃなかったし。カメラが出てきた。バックモニターがあります。U ターンしたいんですけど、はい。じゃあそこから出てもいいですか。やっぱ狭い駐車場はちょっと怖いね。狭い駐車場は、いやもうドキドキした。気を使います。求めよう問題もあるよ。何もない、誰も隣いないところにし。めっちゃ見やすいね。とても上手に駐車ができます。長くないはずだけど、なかなか気を使ったね。普段軽に慣れちゃってるから。お店がいっぱい入ってる中に。一番端に角上魚類っていうのがあっていっぱいゲット。角上魚類さんすごいにぎわいだった。でかいから分かりやすいね。このステップいいね。さ、いろいろ買っちゃった佐渡産桜マスがのどぐろ鶏肉なんかも。ここに冷蔵庫があってエンゲルの上が開くやつ。そこが深いの。こんな上開きのいい点はね、冷気が逃げにくい。720の酒瓶が立てても余裕で入るんだ。余裕。この冷蔵庫の使い勝手もちょっと気になる。ジョイヤってやつ。ジョイヤというトイファクトリーのジョイヤ。一旦ね今からちょっと買い物モードだって。車中泊場所は結構馴染みのあるところに行く予定。オンラインで検索できるのすごいね。スマホ使うばりにちゃんと検索できるんだよ。慣れてなさすぎる。セブンだね。ここの駐車場はどうだ。ちょっとお煮茶買おうぜここで。昨日発売らしいからお煮茶。いや絶対普通の麦茶やろ。多分売ってるでしょ。ちょっと飲んでみるわ。絶対普通の麦茶だよね。なんか違う？
わからん。普通の麦茶だわ。ちょっとミラー当たりそうで怖いんやけど。スリルがすごい。やっぱ幅が広いから。ドキドキです。近いよね、隣。あ、ここはなんか広くて。入りやすい。あ、これだね。広くていいですね。巨大なキャスティングに行けば何でも揃うはずよ。ハーフ味ぶっこみ爆買いしちゃったじゃん。ここの空間が広いからね、ズドンって置けんだよね。3時45分だ。お風呂に行ってから湯茅ヶ崎。これいいね、オンライン検索してくれるの。温泉に来た。休館中？あ、本当だ、休館中って書いてある。リニューアル工事中だって。風でバシャバシャしてるね。帰ってきた感あるよね。ある。どうした？なんかこれね、ハンドルのアシストがついてる。あ、本当。ちょっと横にブレそうになると、真ん中に戻してくれる。車線はみ出防止みたいな。そうそう。大方運転はしやすいんだよね。ブレーキの効き具合とかどう？ブレーキはめっちゃ効く。ただやっぱでかいから狭い駐車場とか細い道はかなり気を使う。緊張感が。片側一車線の歩道が狭い道とか前から大型トラックが来たりしたら結構怖い。うかつに狭い道はやっぱ入れないし、目的地はちょっと入念にその広い駐車場があるかどうか確認してから行く必要がある。キャラバンの時も駐車場がどうなってるかは航空写真で見てたね。確認してた。キャラバンの時ね。え、これクルコンついてるわ。おお、あ、じゃあ発動した。OK。今入ってる？勝手にアクセルがもう生まれてるわ。今ね68キロで設定した、70キロ道路。西湘バイパスちょっと走るから高速の走り心地とかも見てみようか。楽ちんだねこれ。いや、楽だよね。車間の設定もできる。車間の設定できる。4段階でちょっと広めとかできる。できる。横風ね全然ブレない。幅があって車重もかなりあるから、この道はね結構細いからね。あ、ここがねすれ違いできないんだよ。まあこれそもそもねどの車でもすれ違い不能なんだけど。対向車来ないで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 。いけそうだ。あ、来たー。恐れていた事態が起きた。お疲れ様でした。着いたー。着いたー。うわめっちゃ車いい。下に向けるって言ってたよ。あ、いけたいけた。一旦シェードをしまして、カチャンとかならんの。手応えが。終わりがわからない。ね、なんか引っかかりみたいなところがついていて、ここにカチャッ。照明がこれだっけ？これだ。わかる。ついた。で、後ろもシェードしちゃおうか。あれ？あ、シートベルトが引っかかってる。これ簡単だね。楽。マジか。こっちはハンドルがあるから。きたー。これだよこれ。パーティーモード来た。このテーブルが確かこうすれば動かせるんだよね。よし。おー、いいね。これがデュカトの世界か。デュカティですよ、デュカティ。この日にふさわしいお酒、これじゃねえか。グラスももみこさんの飲み物何もないけど。シェー、あ、入れすぎたね。乾杯。乾杯。カーキャンパイ。カーキャンパイ。デュカト初飲酒は左大臣のついだ。私ちょっとご飯を炊き始めたい。ここに入れたんだよ。結構俺腹減ってるよ。あ、オッケー。酒場海岸久しぶりだから外出てみよう。俺あんま釣りする気分じゃねえんだけど、散々いろいろ買ってきたけど。ちょっとお腹空きすぎちゃって今わかんない。あ、まだ全然上がる。だいぶ日が伸びたね。いや、これあれじゃね？これじゃあ出しっぱにしといてさ、ここにあれ置いときゃいいじゃんね。サンダルとかね。スライドドア開けると丸見え状態になる。スライドドアの入り口でけえな。よいしょ。あ、ちょっとね、ここはね、たまに引っかかるんだよね。スライドドア閉めると、あ、うっすら見える感じだね、中が。
この窓シェードも何もしてない状態。シェードをした状態だと一切中見えないんだ。素晴らしいっすね。内側も全部シェードしてあるんだけど中全く見えないんだ。なるほど。後ろももちろん。ここは酒川川の河口の駐車場なんだけど、トイレはなくて無料で止められる。この目の前の海岸で釣りをしたり、一応あそこの河口のところがサーフポイントではあるんだけど、そこでサーフィンはしたことがない。結構ローカル限定みたいな雰囲気がある。この海岸は結構どん深で、基本的に遊泳は禁止。すぐ足がつかない急深の地形なんで、海底が。真のコンセント、これか。ここ冷蔵庫でこう開くので、離したところに置いてスタート。今回トイファクトリーさんから借りてるのがジョイアっていうデュカトのキャンピングカーです。トイファクトリー製のキャンピングカーで、車のサイズとしてはデュカトの一番短いやつ 5.4 メートル、キャラバンとかハイエースのスーパーロング長いタイプと同じ長さですね。荷室の長さだけで言うとキャラバンハイエースより短い。なんでかっていうと、ボンネットが出てる分荷室は短くなってます。で、横幅が2メートルちょいあるのと、高さも車内高で180センチぐらいあるんで、幅と高さはハイエースキャラバンよりは広いです。なので車内の空間はめちゃくちゃ広く感じます。ちょっとこの自動で出るステップを玄関口にしよう。置いて意外と閉まってた。そこのカチャンってなる具合もまだなんかよく分かってない。今日の夕食はね、角上魚類っていうね、なんかずっと前から気になってた神奈川近辺にしかない鮮魚屋さんがあって、魚の鮮度にすげえこだわってるようなところで、なんか存在だけ知ってたんだけど、今回トイファクトリーさんの近くにあって、やっと言われたね。そう、店の中で撮影禁止だったから撮れてないけど、すげえ楽しかったよね。ね、帰りにまた寄りたい気分。帰り寄ってこう。とんでもない人がいっぱい来てた。人の数がね。人がとんでもないじゃなくて、人の数が。人の数が。サクラマスとノドグロ。はい、なんかさ、釣りどうしよう。なんかめんどくさくね。いや、多分今お腹空いてるってのが大きいと思うんだ。食べてから考えませんか？いや、俺釣りしなくていい気がしてきたな。あんなに釣り具買ったのに。コマセは後ろに一応ボージの冷蔵庫積んでるから冷凍しとけばよくね。無駄にはならない。なんで電話したのかは忘れたけど、なんかうんく電話した気はする。なんか今履歴残っててこれ何って。何時？12時に。あれだ、トイファクトリーについてあれだちょっともう我々腹ペコでやばいんだ。腹ペコでやばい。ちょっとだいぶ雑然としてるけど。やばい、すきっ腹にさ大臣は来るわ。いただきまーす。いただきます。じゃあ私のどくろ先行こうかな。いや、俺桜ます。うまっ。のどぐろもうまい。桜マスうまい。もう佐渡で養殖してるらしいね、これ。なんでちょうどハラミの部位だよね、これね。うん、選んだ。ちょっと今こっち座ってたけど、この回転シートに座ってみよう。こっちなんか多分、あれ、座り心地いいと。なんか若干このテーブルがあることで、その水道使いづらくねってちょっと思ったけど。いや、でもこっからこういけるよ。こっから使えるんだ。ちょっと膝立ちみたいになってるから、どうなんだって感じはするけど。今このテーブルをほぼ、まだ前いけるんだ。まだいける。このぐらいの方がいいのかも。これでいくか。コンセントどこ？ここにあるよ。鶏肉と豆腐でなんか作ろうかなと思ってて、これこの前新潟で入手した調味料なんだけど、これを使ってみようと。何これ？かんずりっていう唐辛子の調味料だけど、あんま辛くないよ。熟成唐辛子。そうそう。家だね、やっぱ。展示場で見てた時も思ったけど。4人いたらちょっと窮屈かもしんないけど。2人旅はもう最高だよ。2人だったらもう余裕だね。この車ね、電子レンジの調理は OK って言われたんで、電子レンジ調理、普段やらないんだけどやってみようかなと思って。これは車のバッテリーで。13.2 ボルト。300アンペアアワーのリチウムイオンのサブバッテリーがこの助手席の下に入ってます。150アンペアが2発。運転席の下にはインバーターが入ってるように見える。これデュカトって運転席と助手席の下の空間があるから色々使えそう。ジョイアっていうキャンピングカー展示場でも見てないから今これ完全に初見なんだけど、パッと見結構シンプルな作りだよね。後ろにベッドがあって、ここにキッチンがあって、その目の前がリビングっていうね、すげえシンプル。マルチルームとかなしで、結構キャラバンの時に近いレイアウトに見える。
やっぱデュカトのこのシェードは最高にいいね。抜群で。楽。若干この上の締まりがよく分かんなかったけど。なんかやり方あるんだろうね。あとやっぱこの回転シートだよね。これでこの空間です。動くし、なんかほらグリグリ。家のパソコンのチェアみたいな感じ。後ろの座席がもしなかったら、さらに面白い使い方はできるかも。そうなんよ。私今これがなかったらっていうのを結構考えてて、妄想してて。それがなかったら、その後ろのスペースからダイレクトにアクセスできるし、グルちゃん部屋が後ろに作れちゃうよ。そうそう。ここは広大なグルちゃん部屋。二人旅専用の仕様にしたらね、居場所なんて運転席と助手席だけでいいって話にもなるもんね。ありだね。できた。レンチン煮込みめっちゃ沸騰してるやん。なんか麻婆豆腐っぽいけど味付けが麻婆じゃないみたいな。でネギをかけてな。和風麻婆というか。なんと快適さんです。24度。湿度意外と上がってないね。炊飯してんの。いただきます。熱々だ。酒お願いします。確かに。ちょっとどかさないといけないの、今のこれ。あるね。お待ち。いや、これはすごい貴重な経験だから。っていうことで、社長はこれを参考に今後我々がどうするか熟考して。今回ちょっと失敗したって思ったのがさ、Fire TV スティック持ってくの忘れた。それ、あれ、ちなみに HDMI ついてる？ついてるかなと思って今。それに HDMI やったらもう最強だよ。HDMI あります。なるほどね。それに Fire TV をつなげば、ここでくつろぎながらネットフリが見れたんだ。そう。しくったな。持ってくれよかった。ドロヘドロ見てたんだけど。日本三国ももう多分新しいエピソード。あ、日本三国ね。モニターついてんのいいね、これね。いや、いいよね。ワンタッチというか、ここちょっとピッて引いたら。ダマにならないし、普段はね。こっちでも見れる。布団で寝ながら見れんだ。やばいね。最高じゃん。居住空間は抜群。ただ運転がやっぱり遅い道はちょっと辛い。正直。日本の道路事情。もちろん慣れもあると思うけど、初日としての意見として聞いていただきたいけど、結構細い道は神経使った。で、多分物理的に行けない道も多々あると思う。幅がすげえ広いから。そこだよね。そこのやっぱ兼ね合いが分かっちゃいたけど。分かっちゃいた。今まで散々さ、キャンピングカー見ながらそういうこと言ってたけどさ、分かっちゃいたけど実際やっぱやったらすぐ思ったよね。思った。相模原から佐川に来る間でも2、3箇所結構細い道があって。あと、ちょっと狭めの駐車場。旅とかで初めて行く場所だとね、わかんないからね。知らぬ間にそういうとこ行っちゃう時もあるから。軽にしばらく乗って、駐車場の状況とか何も確認せずに、とりあえず行っちゃえっていうのに慣れてきちゃってるから。ほぼほぼ困ることはないの。そう、行けないことはないみたいな、ね。道が狭いとかで。やっぱそこの違いは如実だよね。そう考えると、俺らとしてのベストは、やっぱもうちょっと小さい。ボンゴよりちょっと大きい。ボンゴ以上、キャラバン未満ぐらいがベストだと。絶妙なところに。正直キャラバン乗ってる時はたまに困ってたから、道が狭いとかでね。ああ、無理無理、断念しようみたいなのめっちゃ。キャラバンですらそういうことはあった結構。なので、多分だけど、ボンゴ以上、キャラバン未満。今んとこやっぱベストな気がする。デュカットの中でこれを話してるのもちょっとあれだけど。確かに。ただそういうのも、いろんな車に乗って初めてわかることだし、わかる。俺らの場合の理想だから。スタイルによるんじゃない？使い方とか。いや、でもやっぱ、このビルダー製のキャンピングカーで学ぶことはすごくあって、このシェードも回転座席も、助手席と運転席をリビングに使えるっていう、この概念がやっぱすごい。ほんでアーム式のモニターね。これは結構あるあるだと思うんだけど、実際見ると、これいいなって思ってる。これら結構見るからね。見る。常設ベッドで重要なのは背筋伸ばせることなんだけど、ここの空間がちょうどそれなんですよ。へこみに頭を入れることで直立ができたと。発音の座高でも。今ね、ちょうどここで寝てたんだけど、こうやってたまたまこう起き上がったらちょうどここだったんですよ。ここを外すと、この俺の要件からは外れるんだけど。おお、開いた開いた開いた。ここからはグルちゃんの監視塔みたい。寝転んでみようかって言ってベッドに来たんだけど、運転席側から見てる感じだと縦にも寝れそうなぐらいに思ってたんだけど。ああ、見えた見えた。寝てみるとね、意外と横寝専用。縦だと180はない。足がだからはみ出ちゃうね。がしかしデュカトのこの幅があることによって、ほら横でこう寝れる。
バッチリですね。で人生初横で。あ、本当だ。うん。すごいね。私結構気に入ってるのがここにちょっと服をかけられるところがあるのが結構気に入ってます。上着とかそこだね。うん。さあ飯が終わってさ、急激に眠くなって後ろでさ、パンって寝たじゃん。寝たとか横になったじゃん。それができるんだよ、常設ベッドがあると。ちょっと思い出した。思い出したよね。キャラバンの時よくやってたよねって。俺らさ、しばらく常設ベッド使ってなかったからさ、ずっと忘れてた。この凄さ。ちょっと休憩ができるじゃん、これがあると。キャンピングカー選びの中で一番大きいかもしれない。これシンクも広くていいわ。ね、それちょうどいいね。使いやすそう。洗い物もしやすそう。ね、これだったら鍋とかも洗えそう。一旦これ借り物だし、この車。拭きだけで終わらせようと思うけど。普通に使い勝手はいいね、このシンク。おはよう。うわ、明るい、眩しい。天窓すごい。いきなり日光を浴びれるって。結構撮影すっ飛ばしてね、普通に寝ててね。寝ちゃってたね。うん。もう朝になりました。うわ若干曇ってる感じかな。雲が多め、今日は。借り物なんでちゃんとこういう敷きパッドを敷いて寝てました。今回トイファクトリーさんからこちらをお借りしてまして、これがね、クレソナっていうすごいポータブルトイレなのね。電動で用を足した後の袋をピターッと密閉してくれて処理をしてくれるっていうトイレなんです。昨日も実はこれ使っててさ、開けるとなんか普通のポータブルトイレって感じの、もうすでに袋こうセットされてるんだけどね。俺ら持ってるやつに見た目は似てるよ。そう、すごく似てるけど、なんか性能がなんかいろいろ追加されてるみたいな。持ってみるとね、すごく重いの。そう、結構重量感はあったよ。ある。で、これね、機械が入ってるからな。そうそう、機械が入ってる。これ電源をつないで使うものなのね。閉じられた袋はこの下に出てくると。密閉してくれるんだよ。そう、これが完全に密閉されているので。凝固剤自分で入れないといけない。凝固剤は入れましたね。使い心地は普通のポータブルトイレと全く一緒の感じだな。ちょっと今失礼してお手洗いさせてもらいました。このボタンをピッて押すだけでウィーンって言い始めたと思うんだけど、袋をビチーって閉じてくれる作業が始まるんですよ。今日来てる酒場海岸ってすっごいいいところなんだけど、お手洗いがないんだよね。ただの海岸の空き地。こういうポータブルトイレ的なものは持ってきた方がいいなっていうのはあって。シェードがあるおかげで、隣結構今両サイド車いるんだけど、気にせず、ちょっとこれしっかり閉めてプライベートを保って車内で過ごせてるし、あとマックスファンついてるから、これでバンバン換気もしてるので。匂いも気にならない。そう、このポータブルトイレのことを何度か動画の中でもお話ししたことがあるんだけど、必ず聞かれるのがやっぱ匂いどうなんですかって話なので。全く気にならない。巨大ブリを入れてた。このね、サップの方がね、巨大ブリを釣り上げてました。左大臣出しっぱなしだった。この席だったらシンクめっちゃ使いやすいわ。あ、そうそう、昨日それを言おうとしてたね。だから料理をする人はここに座るべき。ただ、この冷蔵庫の上に物がない状態じゃないと開けられないっていうのは要注意ですね。レタス凍った。2でも凍るんだ。下は強いんだ、かなり。野菜置くならここだよ、多分。野菜室ここだ。これ野菜室だ。なるほどね。これは新発見だね。そう、エンゲルさんね、結構そういうとこある。
牛乳はね、少なめでいいんだよ。長年の経験から。これを入れて。ちょっと浅いんじゃない？ペローン。昨日ね、結構寝る前にね、メモったんだよ。今回のデュカト車中泊で、いい点と気になった点、あと朝に確認すべき点。バッテリーの残量とか今見ない。昨日ね、電子レンジ結構使ったから。あと後ろの冷蔵庫、冷凍でやってるから結構使ってると思う。多分ね、これがサブバッテリーなんだよ。半分。これ見れる。半分だね。うん。電圧 13.1V。大丈夫だね。で、半分ぐらいに減ってると。また帰りに結構使ったけど。そう。お茶用ケトルを。もう、はい、スイッチオンだ。このダイソーのフレンチトーストメーカー。そうそう、これダイソーで買った。意外と使えてる。意外とっつうか普通にいいぞ、これ。ほら。パンに触れずしてこれができるんだ。手を汚さずに。あれなんかこれサイズおかしくね。ホットサンドとケトル今同時使用になるけど、インバーター大丈夫だよね。説明書によると、1500ワットっぽいインバーター。同時使用できる。卵ついてるから5分ぐらいか。あれ俺コーヒーどこに置いたんだっけ？冷蔵庫だ。こういう時出しづらいんだよ。こういう時ね。このテーブルの、難しい。急遽冷蔵庫が欲しい時に。そう、流しも使わないからここ閉じちゃう。そっか、流しを閉じれば、こっちも使える。これのフレンチトースト。たらーん。ただいまの気温22度。ずっと快適たんだね、今回。トマトと葉っぱを添えれば完璧だ。もう、1日使ったらマイホームになってきたな。今日の12時に返却なんだけど、デュカトいただきました。なんつって。私はバターで焼きます。デュカトのジョイアっていうキャンピングカー。ジョイア特有のこととデュカトだからのことが結構混ざっちゃってんだけど、とりあえず行っていくか。とりあえず行っていこう。じゃあ、いい点から。はい。この回転椅子。まず、回転椅子が最高。使ってみて思ったのが、家のパソコンチェアみたいに動かせるんよ。俺みたいにさ、よく動く人はさ、私もそこ座ったらすごいグリグリやっちゃう。これ素晴らしい。次ね。はい。横向きベッド。いいですよね。横向きであることで、ベッドの前の空間がめっちゃ広くなる。これデュカトにしかできない。この回転ベッドもデュカトだね。横幅がある車ならでは。回転ベッドね。回転横向きベッドさ。回転椅子と横向きベッドごちゃやる。おう。どう ?50 点。フライパンバターが圧倒的にうまい。じゃあ3つ目、ウォークスルー。はいはい、スムーズですね。ウォークスルーはね、別にデュカトじゃなくてもできるんだけど、デュカトのウォークスルーはもう格別。助手席と運転席の間に広大な幅があって、センターコンソールとかないから、もうそのまま歩いて後ろに行ける。バスみたいな。常設シェード。もうスッスってできるこれだね。もうすべての窓がこの常設シェードがついてるから、一瞬でプライベート空間を確保できる。使ってない時に邪魔にならないのがいいなと思って。フロントとサイドのところも常設されてるっていうのは、デュカトのオプションであるらしいんだけど、存在は知っていたんだけど、やっぱ実際に使ってその威力を実感した。あとね、外から見てみたんだけど、夜に電気つけて一切何も見えない。光もあんま漏れてなかった。このシェードなんかちょっと光漏れるのかなって思ってたけど、意外と。光ね、ほぼ漏れてなかった。一番今回強く思ったこと。常設ベッドだよ。やっぱり、常設ベッドは絶対にいい。いいよね。完全に正義。酔っ払ったりして疲れてる状態でさ、ベッド展開とか嫌じゃね？一回これ知っちゃうとなってのはあるな。ベッド展開はね、極力したくない。車が小さいとかだったらしょうがないけど。リビングスペースからもうすぐにベッドダイブできるこの状況。これだけでも車中泊の快適性は段違い。で、常設ベッドの関連もあって、メリットとしては、この下の空間が広大なベッド下収納になる。これが大事。今回はほぼ荷物積んでないんだけど、大人2人寝れるベッドの下っていうのは相当な広さがあるから。特にこのデュカトクラスになると、その横幅がすごいから。遊び道具を積み放題。これが大事なんだよな。めっちゃ綺麗に焼けてるんですけど。いい感じ。このリビングの快適性っていうのもすごいいいなと思って。余裕を持ってくつろげる。ここでは直立しても全然余裕だし。直立できるね。
底上げした状態で立てるからね。そうだよ。純正のままだと、この一段下がってるところが本来の床の高さなんだけど、10センチぐらい上げてるのよ。で、俺最初これ見たとき、もったいねえなーって思ったんだけど、せっかくの高さがもったいないじゃん。170センチの俺がここに立って、ギリギリ直立できるぐらいの高さになってんだけど、なんでそんなもったいないことすんのって思ったけど、よくよく考えたら、運転席助手席を後ろに回転させたときに、足がつくんだよ。そのおかげで。ここを底上げしてるおかげで。で、しかも多分そこの椅子に座った時も、足の高さが多分ちょうどいい。足の高さがちょうどいいように床の高さを調整しているっていう。そう。で、あと断熱ね。断熱防音。防音についてはまずね、ここさ、高速の真横やん。そう、そこに高速が入るんだ。普通に音は聞こえるね。車が走ってるなーって音は聞こえる。耳栓して昨日寝てたんだけど、寝る前はちょっと気になった俺は。ほんと、私なんかすぐ寝てた。ファクトリーさんは、鉄板むき出しの箇所が一つもないです。ないですね。リアハッチも全部パネルが貼ってある。で、窓もすべてアクリル二重窓。だから断熱は最強クラスだと思う。その奥の鉄板にはガイナの断熱塗料が塗ってあるからね。クーラーの効きとかヒーターの効きも良くなるとは思う。そうだよね。今回は検証はそれはできないけど。うん。細々とこれいいなって思ったところは結構あったんよね。まずね、照明。コントロールパネルで一括で操作できるのと、ここでポチッ。それぞれの照明をタッチでオンオフできる。これかなりいいと思った。いい。ちょっと照明を落としたい。でも一部だけ、全部消したいんじゃなくて一部だけ落としたいみたいな。そう。昨日本当にやったのだと、海子が後ろで寝てる状態で、俺はここで一人でちょっと最後酒飲んでたんだけど、ここだけつけるっていうのをやった。他すべて消して、ここだけつけるっていうのをやった。後ろはほぼ暗い状態で、ここだけちょっと明るいっていう。いろんな照明のパターンが作り出せて、それはすごくいいと思った。んでね、次がね、収納。収納いっぱいあるね。そう。収納はね、まだ全然一泊目だから使いこなしてないんだけど、もうこれはね、見て分かった。この収納は使いやすいの。車中泊やり込んだ経験が詰まってるなっていう感じがした。ベッド下もただの広大な収納だけじゃなくて、左右に小分けで入れられる棚みたいのがあったりね。俺が座ってるここのところにティッシュを入れるとかにちょうどいいような細かい収納があったりとか、キッチンの上のこの収納、よく見るとずれないように仕切りがちょっと中にあったりとかね、小物を入れたりとかね。上ももちろんあるし、こっちの方とかこのスライドドアのパネルのこことか、ちょいちょい小物入れられるようになって。後ろのベッドのあそこのところも、ここ結構いいよ。ベッドの横もあるし、しかもこれさ、ゴムがついてるから、動きそうだったらバチッと止めれる。ドアのパネルのところにも細かい。それは多分スマホを入れるようだよね、寝ながら。あとこれは収納じゃないんだけど、この台ね、俺結構寝ながら使えた。ワイヤレスイヤホンここに置いといたりとか、水置いたり、このね、台は意外とね、いい。あとはこれね、運転席の上の収納。ここもいろいろなもの入れられるし。モニター。これはね、いいっすね。私ら今、エブリィでスクリーンバーって下ろして投影して使ってるんだけど、それだとこう方向を変えたりとかはできない。そうだね。それだとこう自在なんよ。スクリーンって結構不自由だなって思った。プロジェクターをどっか置かないといけないし、そのモニターだったら角度変えられるしさ、ベッドの方でもこのリビングからでも使えるし、Fire TV スティックをぶっ刺すだけでネットフリが見れると。あとね、細かいかもしんないけどね、このね、シンクの下の収納の扉が蛇腹なんよ。これいいなと思った。なんかそう、なんかガラガラガラみたいな。排水タンクと給水タンクが入ってんだけど、これがもし開く扉だったら、その開いた部分とか邪魔だし、この目的はこのタンクの出し入れでしかないから、そう考えたらこのシャッター、すごい合理的だなと思った。気になる点ね。はい。単刀直入に言うと、ベッドが硬かった。それは私も気になった。多分だけど、これをまま寝てくださいっていうより、敷布団的なものを敷いたりだとか、マットレスみたいなものを敷いて使ってもらう想定なんだろうなと思う。絶対にこのまま寝るのはおすすめはできない。今回俺らの判断ミスだったのかもしれないけど、布団かマットレスは敷いて寝ないと腰痛くなる。ガチガチで。で寝つきが良くなかった。私寝つきは良かったんだけど、途中でちょっと目覚めちゃった。寝返りとか変な感じで。次は、冷蔵庫の上に物が置いてあると、冷蔵庫が使えない。私たちのその片付けスキルの問題かもしれませんけど、俺らが自然に車中泊してた結果、そこが結構問題になった。冷蔵庫、どかさなきゃ。そう。が何回かあった、ね。どかさなきゃが、そう。物を置いてあって、ちょっと冷蔵庫めんどくせえ。やめた。
それもあった。それに関しては、冷蔵庫の上に物を置かないっていうルール決めと習慣づけでなんとかなるとは思う。この車はね、乗車定員が4、5名、で、就寝定員が5名ってなってて、ファミリー向けではあるんだけど、2人旅にもおすすめ。そういうスタンスの車両みたいな。なるほどね。ベッドがね、上の段で3人、下の段で2人寝れるって。3、4人は想定してんだろ。あ、親子連れとかね。そうそう。めっちゃ前に出る。シャキーン。なるほどね。これはちなみに昨日釣りする想定で買ってきた竿立てなんだけど、6000円ぐらい投資したんだけど、一切釣りをせずに飯を食いに行こう、今から。向こう側を観察するんですよ。うん。ほら。あ、いない。いないね。この時点でわかるんだよね。フルコンのところにハンドルマークみたいのがあって、押したんよ。そしたら車線キープし始めた。やばいこれ。こんなこともできるんか。すごい。これ今ハンドルに触れてるだけなんだけど、勝手に真ん中キープしてる。マジか。ちゃんと走ってる。すごくない？ハンドルが緑のアイコンみたいになってる。そう。表示がね。なんかモンスターボールみたいなのあんなと思ったら、ハンドルだった。映んないけど。めっちゃすげえこれ。これはすごい。あ、今前の車がちょっと近づいてきたけど。車間キープしてる。あ、減速。すごいね。ブレーキアクセルに足は触れてるけど、踏んでないんだ。これは高速超楽よ。これすごいね。革命だよ、革命。めっちゃユーロトイっぽいね。このガラススケスケが速い。湘南茅ヶ崎道の駅。来たぞ来たぞ。ここはね、ずーっと気になってた店で、ここよく前通ってたんだけど、いつもバクコミでボンゴ改造ルートなんだよ。あ、そうそうそう。あ、すでに人がいるわ。人が並んでいる。入れる？狭くない？大丈夫？やめようかこれ。やめようこれ。やめようこれ。狭いし、なんか混んでたし。朝丸回避。回避した。入れるだろう。あ、でもよかった。結構空いててよかった。リが何枚入ってんの？4枚。ありがとうございます。はい。意外と腹減ってた。ね。最後の給油です。これ助手席の後ろぐらいやった。給油こうパコって開けるボタンちょっと探してるでしょ。今から探そうと思って。違うんですよ。いいですかこれ。これだけなんですよ。ここは手ですぐ開く。そう。あ、来た。元から満タンだったかちょっと怪しい疑惑が。そうなんだよ。最初私ら確認しなかった。確認し忘れたよ。それがいかんのやけどさ。まあ満タンだったっていう想定で燃費計算しよっか。走行ルートはもうマップで何キロか分かるから、それに対して何リットル使ったか今から。危ねえ、軽油だよこれ。軽油。癖でレギュラーを押すとね。カコンってなったらもうそれで終わり。追加でちょびちょび入れるとかはもうしない方が安全らしいから、その方が車にも優しいらしい。40リットル入ったわ。6000円。40リットル。100リットルぐらいタンクあるのかも。行き59キロ。帰り、57キロ。57キロ。合計116キロ。で使った軽油が 40.4 リットル。116割る 40.4。リッター2キロとかになってんだけど。これ絶対最初から減ってたよね。これちょっと当てにならないね。最初満タンじゃなかったこれ。満タンじゃなかった。ってことで、わかりません、燃費。そうだね。まあいいや、行こう。ただいま。楽しかった。ちなみに走行充電は、これ4メモリのところまで減ってたと思うんですけど、
1234566メモリまで回復した。2メモリ回復しましたね。戻ってきたね、エブリーちゃんに。ありがとうございました。貴重な体験。楽しかったです。勉強になるわ。うん、濃い一日でしたね。